お、いた。こんばんは皆さん、こんばんは。本日こちらの釣り具店さんに、釣りの後にちょっとお邪魔させていただいております。長谷部釣り具さんですね。はい、長谷部釣りさんです。もう僕らも本当に普段からさ、店長さん奥さんにお世話になってる釣り具店さんなんですけど、ちょっと今日はご紹介したい商品がございます。はい。そしてその商品の紹介をした後に、なんとですね、長谷部釣り具さんはオーダーメイドで巾着が作れるんですよ。ももさん巾着好きでしょ？巾着に万力入れてるんですけど、ちょっとサイズがちょっとちっちゃいとかあるんですよ。そういうのをオーダーメイドで頼んだら、そのサイズ通りに作っていただけるっていうことですか？そうなんです。結構ね、うちの動画のコメントだったり、SNS のダイレクトメールで巾着どこで買ってますかとか、あと道具の入れ物ってどうしてますかっていう意見をいただくんですよ。でその時にこの長谷部釣り具さんのオーダーメイドで作れる巾着をご紹介して、多分そういった困ってる方々の悩みも解消できるんじゃないのかなと思って、今日は長谷部さんに無理ってお願いしていろいろと伺えることになりました。すごいレアな感じで、今日はありがとうございます。とんでもないです。それではまずね、その巾着の前にちょっと店舗の中を軽くご紹介させていただきましょう。はい。じゃあ桃地さんお願いします。はい、それでは行きましょう。まず入り口入ってすぐになります。こちらですね。はるか釣り具さんのハサミだったり食わせ皿もありますね。そしてぐーっとくると削り出しアルミポンプだったり、この馬のうどんの時期ね、すごいいいよね。そしてこの下に行くとほら、早速巾着がありました。これはね、玉置き袋セミオーダー受けたまわりますということで、後ほどご紹介をさせていただきます。そしてその下には僕も愛用しているヘラインの 2way ハリスケースですね。いや、いいね。はい。続いて行きましょう。左に行くともう大きな、もう綺麗に並んでますね。陳列がまず綺麗だね。そう、綺麗に並んでます。万力。この辺は大新さんの万力かな。なんだろう、この小さい万力。見て、ももさん小さいやつ。これね。桃地サイズじゃん。これ何？どういうこと？卵とか？じゃないかな。可愛くない？めっちゃミニチュアみたいな。なんだこれ。でその下には松村作。すっごい綺麗な万力、黒柿の。輝いてますよ。かっこいいね。で今ここにはないですけど、富岳の大砲万力だったり松村作の食わせ皿。いや、このさ黒柿の模様超かっこよくない？ね、全部柄が違うからさ、見てて面白いよね。ね。でここからはずっと松村作の万力になりますね。材質がここから管理になります。カウンターなんかもあるんだね、ほら。本当だ。かっこよ。もう芸術品だね。こんな感じで、下にはバーニーウォーク、ももさんも愛用してますね。愛用中でございます。でこのアルミのヘラオゼン、このさアルミのヘラオゼンもさ、今日みたいな大風の日ってすごく便利だよね。このピンクめっちゃ可愛いね。なんていうの、このピンク。なんだろうね。なんかメタリックピンク。メタリックピンクみたいな。私が昔 3DS 使っててこれ色だった。なるほどね。でここには竿枕もありますね。すっごい綺麗ね。こんな感じで入り口入ってすぐにガラスケースに入った芸術品が並んでました。じゃあちょっとね、今度は浮きコーナー方面行ってみましょう。行ってみましょう。あと長谷部さんはね、会計のね前にね、時期的なもののおすすめのブレンド、こうやって掲示してくれてるんですよ。こういうのすごくいい情報になると思います。行ってみましょう。じゃあ左。じゃ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 ん。こちらです。浮きコーナー。浮きコーナーです。で今回ね、ちょっとね、さっきからちょこちょこ画面に映ってるんですけど、この富岳さんね、こっちにもあるんですけど、ちょっと富岳さん後ほどしっかりとご紹介をさせていただきます。最近ね、去年ぐらいからちょこちょこ
釣り具屋さんで目にしているメーカーなんで、ちょっと皆さんにね周知していただけるようにこの後僕とももちでご紹介をしていこうと思います。なので今は省きます先日お世話になったクルージャンですね、クルージャンさんで、これは2023スタンダードモデルかな、んストライド5のスタンダードモデルの浮き、そしてその下には昨年末発売されたクルージャンウィンターバージョン2025。こっちもある。いやいろんな釣り具屋さん僕ら行ってますけど、長谷部さんはねウィンターバージョンの品揃え半端ない、すごい多い方だと思うね。でもももさん、はい、この僕らも一押しだった段底パイプはございません。やっぱりみんなすごい好きなんだね。素晴らしいもんだと思う。なんかケンケンが買ってこいとか言ってたよね。すいません、売ってたら買ってこい。一本もないんでごめんな、自分で買え。大人気なのでな、自分で買え。はい。そしてこれも昨年ご紹介をさせていただいたんですけど、福田さんがこう手掛けているメーカー、雫だったり極みだったりの浮きも入っております。こんな感じですね。ぜひ皆さんも直接見に来ていただいて手に取ってもらって、そうだね、気に入ったら買っていただく、それが一番いいですね。そうですね。はい、こんなものありますよということです。わかりました。はい。でもうさ、俺今日買うものがあって、これ長谷部さんってさなぎ玉がね売ってるんですよ。これは手作りですよね。で俺ら結構手作りしてたじゃん、ずっと。最近さめんどくさくなっちゃってさ、そうすぐこぼすし、こういうこと言うじゃん、こういうこと言うと釣り師だったら自分で作れとか言うんだよ味きますからね。いいじゃねえかよ、売ってんだろ買ったって貢献すんだよ、こういう時こそ。巾着のご紹介の前にさっきお話しさせていただいた富岳さん、ちょっとご紹介させていただきますか。そうですね。はい。じゃああちらのカウンターの方で。わかりました。じゃあ移動しましょう。はーい。それではちょっと長谷部さんの会計ブースをお借りして富岳さんの浮きご紹介させていただこうかなと思います。浮き以外にもこの後浮きケースだったり、万力そういったものもご紹介させていただくんですけど、この富岳さん最近結構ね、去年ぐらいから日本に入り始めてきて、僕らもいろんな釣り具屋さんで拝見してきたんですけど、ちょっと今日は取り立ててご紹介をさせていただこうかなと思います。まずはですね、ももさん、これは何だと思いますか？何の浮きだと思います？パイプの朝棚用。そうですね、朝棚両団子、ね、すごくこうデザインもおしゃれでリーズナブル、本当に3000円4000円しないぐらいで1本買える値段になってます。で僕これ1本持ってるんですけど、これはね提灯セットの浮き、これはねグラスですね。グラスか。ボディもすんごいさ派手じゃない？本当だ。そしてこれがほら付加注だったり、底釣りオールマイティに多分使えるって感じなのかな、浮き的にね。トップも底釣りぐらいの釣りをするにはちょうどいい多分長さなのかなと思ってます。どうですかもうさ、富岳デザインがめっちゃおしゃれだね。じゃない？そう、いやめちゃめちゃあるんだよ。他にもほらこれだってそう、これはね底釣りかな。グラデーションがめっちゃ綺麗。底釣りでもさっきもね店長さんの話したんだけど、これ底釣り用の浮きで作ってる浮きなんだけど、トップがロングなのよ、これ G タイプって言ったかな、確か。そう G タイプなんで段底にも多分すごく適してると思う。グラスだしこれ PC だね。すごくおすすめ。これもこのボックスの中には最後のザ底釣りの浮き、の釣りでいけるんじゃねこれ。しかも深場もいけるね、全然、ボディの大きさ的に。いやそんな感じで富岳さんの浮きめちゃめちゃラインナップ今豊富でですね、あと簡単にサクッと他の浮きもねラインナップ紹介するんですけど、ここを見ただけでもデザイン性機能性ともにこの2025年俺流行るんじゃないのかなと思ってます。だってさ、そうだね、おしゃれで、浮き以外にも万力もあって浮き箱もあってってやっちゃうとさ、網羅できちゃうじゃん。こっからだってどうすんのよ、竿もできちゃったとかさ、その他もろもろもう富岳で全部揃えられちゃうよみたいになっちゃったらやばいです。じゃあちょっと他の浮きも簡単にご紹介しましょう。はい。続きましてです。じゃあこれはももさんいきましょう。はい。ではまずこちらの紫っぽい浮きですね。こっちが付加注セット用の浮きとなっております。
長谷部さんでは富岳の浮きでね、この深中セットめちゃくちゃ出るみたいです。こんな感じ。すごい足がねめっちゃ白ですごいおしゃれ。グラデーションすごいね。すごいグラデーションが綺麗なんですよ。でお隣がこちらが深中の両団子。おい提灯両団子。まあ完全にまあ短尺のそうメモリもちょっとちっちゃい感じ。細かいね。でもさ見やすくない？メモリも。そうですね。ちっちゃいあたりもこうやってもこれ取れる感じですね。この2つは深中釣りに適している浮きです。それでは最後になります。こちらはですね、朝棚セットの浮き、バージョン1とバージョン2なのかな。足とかも超おしゃれじゃない？見て。これ柄が入ってるんだね。なんかしかもさ、なんかラメっぽい感じな。そう。あとね、絞りの部分にもめちゃくちゃ入ってんの。あ、本当だ。まあもちろん使ったことないから性能はどうとかっていう詳しい話までできないんですけど、1本持って使いこなせば多分ねお気に入りの1本になると思う。やっぱもちろん性能も大事だけどさ、自分の気に入ったデザインって絶対あるじゃん、人それぞれ。シンプルがいいとか派手がいいとかさ、自分のこう合った浮きを見つける上でもこの富岳さんすごく最近ラインナップが増えてるので、ぜひとも触っていただいて、でむしろちょっと使っていただいて気に入ればそれぞれの浮きをちょっと集めていただいて、自分の釣りのね一助としてもらえればと思うんですが、まあ今富岳さんの浮きをねざっくりこんなんがありますよっていうのをご紹介させていただいて、気になる番手があったらぜひ長谷部さんに足を運んで直接見て手に取って触れてみてください。じゃあ富岳さんはですね、その他にも万力と浮きケースを出しているので、ちょっとそちらをご紹介させていただきます。はい、じゃあ続いて万力ですね。じゃん。今長谷部さんには富岳の万力1点ございます。今だけです。かっこいい。もちろん竿枕もあります竿枕も。しかもこれね値段がねリーズナブルなんですよ。3万円ちょっと、4万円しないで買えちゃう。まあもちろんね、いや万力に3万円なんてとかっていう人いるよ、絶対に、俺いつも言うのよ、高い竿なんていらねえとか言われるでしょよく。超過に関係ないんだからって言われるんだよ。例えば自動車に例えたらだよ、10万円の軽ずっと乗ってると思うんだよそういう人は。だって超過に関係ないでしょ、移動だって関係ねえじゃない車ね。でもそういうのに限ってね全然違う車乗ってたりするんだ。違う、だからやっぱりさ所有欲とかやっぱりこういったものってさ自分の気持ちを高めるものだと思う。あ、これ使いたいから釣り行きたいなとかさ、コレクションしたりとかね。あ、これでこう釣ってるとちょっと気持ちよくなるなっていう気分の高揚ってすごい俺大事だと思ってて、趣味をやる上で。なんか丁寧な釣りできるよね。そう自分の好きなのやると。そうなんですよ。もちろん5000円ぐらいで買える万力もあるし、はたまた、まあ、この富岳さんは3万、まあ、中頃のお値段ですけど、7万円8万円10万円っていう、まあ、キリがない数字をね、提示する万力さんもありますけど、ちょっとこう今5000円ぐらいの万力を使ってて、あ、おしゃれなの1個欲しいなっていうランクアップ、そういった人に富岳さんすっごいおすすめです。すごい超おしゃれ、ね、ちょうどいい価格帯だと僕は思います。真ん中の価格帯でも上の価格帯の万力とも本当に見劣りしない素晴らしい商品だと思うんで、ぜひ皆さん今これ1点しかないのでお早めに来ていただいて、木目とかもちゃんと直接見ないと分かんない部分があるんで拝見していただいてご購入ください。はい、続きまして最後です。富岳さんから出てる浮き箱、すごいマットブラックちゃんと開きます。ほらあとだ、こんな感じ。中は青色です、中はおしゃれ。そしてよくね皆さん気になるのがこの足の差し込み口、差し込み口も綺麗に整ってます。なんでぜひねこちら直接見ていただいてご購入いただきたいんですけど、残念なことにこちらのね浮きケースはこの1点だけです。廃盤になっちゃうらしい。まあもちろん新しい浮きケースも今後発売されるらしいんですけど、今この手元にあるこのモデルはこれで終わりらしいです。お早めに来ていただいて、ぜひ万力と浮きケース、そしてじゃあせっかく来たから浮きもなんて言ってね、なのでぜひ皆さん来てみてください。ぜひぜひ見に来てください。はい、それではこの後お待ちかね、長谷部さんはオーダーメイドで巾着が作れるんですよ。こ
この長谷部釣り具さんの奥さんが縫い子をしてらっしゃるんで、ちょっとそちら見学がてらいろいろとご説明をいただきましょう。お願いします。はい、それでははい巾着コーナーまでレディー。がいや今日は本当に突然のお願いを失礼をいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや結構ですね、うちのチャンネルの視聴者さんがはい道具なんかを入れる巾着を探していて、はい金谷さんたちはどこで手に入れてますかっていうご質問を受けるんですよ。はい。ただその質問を受けた時に、長谷部さんにお願いすれば視聴者さんの悩みを全て解決してくださるんじゃないのかなと思って今回ご紹介をしていただく運びとなりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ちょっと最初にですね、この巾着を注文するにあたっての、はいなんか手順みたいな、簡単な手順をはいよろしいでしょうか。はい。巾着袋も種類が何種類かあるんですけれども、一番多く出る浮きケース、ハリスケースの場合は、縦と横と幅のサイズですね、3辺の実寸を測ってもらって、それをお伝えいただくと、あとはオンラインショップがあるんですけれども、そちらにお選びいただける生地が載ってるので、それを選んでいただく、はい、それで作るっていう形ですかね。はい。後ほどね、そう生地もねすごいね。並べて見さたくさんあるせていただくんですけど、たくさんあります。そして万力ケースなんかは大中小で分かれてるんですよね。そうですね。大中小で一応承ってますね。こういうふうに巾着を頼めるお店って年々少なくなってると思うんですよ。はいはい。なのでちょっと全手順はさすがに無理だと思うので、はいどのように縫ってるのかっていうのを、はいこのミシンだったりハサミだったりいろいろなものをちょっと使っていただいてお見せいただいてもよろしいですか。はい。やります。はい、ありがとうございます。こんな感じで普段ももさん奥さん仕事してんのよ。すごいやりますじゃあなんかこんな近くで見せてもらってちょっと嬉しいね。今これはお店の巾着を縫ってるんですよね。これは店のオーダー品として受けた仕事で、ちょっとこれは途中なんですけど、これはこの形になって、あとは紐を通すここの線をまだ縫ってない状態のただのこういう袋の状態ですね。これ中は、はい。結構厚みがありますね。そうですね。キルティングと外側の布の2枚構造なんで、だいぶ保護できると思います。はい大事な道具を。はい。あとちゃんとラベルもはい。すごい長谷部でついす。てます。ありがとうございます。ありがとうございます。今縫ってるのは万力。万力です。はいこれは中サイズかな。中サイズですね。じゃあ本当にこの中生地の上かはいらこの表の生地を縫い合わせていくって感じなんですね。そうなんです。これちょっと面白いと思うんですけど、はい。が縫った後にひっくり返すとこれになるので、すごい。ちょっと見たいよね。ちょっとやってみます、手品みたい。そうなんです。ここの作業は一番見た目は面白いんじゃないかなと思って。ももさんこういうのって大事だと思わない？すごいね。すごいよ。こうやって作ってくれるんだから。普段ここでは作ってないんですけどね。普段はキッチンなんかで仕事をされているみたいで居住す。スペースの方でやってます。あれですね、店長に今度もう仕事ブース作ってもらった方がいいんじゃないですか。特設で、はいなんか作業してるとお声かけしていいのか迷っちゃうね。あ、大丈夫ですよ。本当ですか。はい。なんかお勉強とかされてたんですか、こういう縫い子の。ここは勉強はしないんですけど、実はこの釣り具屋さんの前、ここ縫製の町工場だったんです。
っていうとっておきの話があります。それは知らなか合っただっ成の町て俺さ一番最初に長谷部さん来た時に、はい私実はパン屋やりたかったんだそうそのなんです。話が強すぎてさそれはそうなんです。私の元の仕事はそうなんですけど、私は3代目なんですけど、1代目初代が釣り具屋をやる前がここ縫製町工場だったんです。ミシンの仕事やってたんですよ。おばあちゃんとか逆にあれだね本当釣り具屋さんとしてなってもそうなんですよその縫製のさ技術がまだ生きてるってすごい縁だと思うけど、ね、もう本当偶然にもまた私がやり始めたんですけど、これはミシンの台の名残らしいんですよ。本当だ。昔のそうなんだ私の母の落書きが残って本当だ。すごいいい話聞けた。も行田はそうなんですよ、縫製が盛んで。う行田市自体がそうなんです。足袋を作ってるんですけど、足袋以外も昔は結構縫製盛んだったみたいです。面白いねこれ。いや俺はねこれを撮りたかったのよ。すごい。こうやってやってんだよっていうのをさ、結構巾着とか適当に扱う人は使うじゃん、そうじゃねえんだよっていうのを俺は見せていいのよ本当に。意外とあと作るのは意外と手間かかるんです。はい。ね、生地から切ってやるわけですもんね。そうだね全部サイズだってヘラメナ釣りで全部が手作りできるものじゃん。竿から浮きからさ。確かにそうですね。でも巾着とか道具を守るものって結構存在に扱うんだよみんなそうじゃねえんだよっていうのをさ。いやすごい。あと俺長谷部さんの SNS 見てて竿尻のさ、カバー はい、あれもいいなと思った俺あ本当に。りがとうございます。あれも意外とあれですね。あれは売り物なんですか？あれは普通に既存品で商品で作ったんですけど、結構好評で売り切れてしまいまして。今度ぜひ作ったら僕買いますんで言ってください。ありがとうございます。また作ります。これで両端を縫ったんですけど、本当だとここにある町があるんですけど、この町をとりあえず縫わないでちょっと試しにこのひっくり返して袋型になるっていうのをお見せしたいと思います。ここからひっくり返して表に出すんですけど、なるほど。こう穴を開けてくるんですね。そうです。わざとひっひっくくり返す穴を作って、ちょっとここは時間がかかるんでお待ちくださいね。全然大丈夫ですよ。ももさんどう？これ見てて。すごいこんなに手間をかかって一個一個作ってくださるから大事賞ってももさんこれでもさぶっちゃけこれ好きでしょこういうの。めっちゃずっと見てられるこれ本当に。あなたもやってたんだもんねちょこっとね。ミシン好きでやってました。でもこんなには作れません。難しいです本当に。いや作ってくださいよ、ももさんも。お餅巾着。お餅巾着。お餅巾着。すぐ破けちゃう。やばいそれやばい。不良品。すごいね本当に裏返すんだ。はい裏返しです。表裏返ししてこっちが表になるわけなんですけど、こうなるんですけど、ひっくり返った。ひっくり返ってそれでこれを内側にこう入れるわけです。すごい。そうすると袋になる。本当だ。こういう感じで。すごい。しかも今俺ちらっと見えちゃったんだけど、竿枕入れ。はい。入るようになってます。すごいほらもう。全部こう同じ。全部もうやっぱり作ってます。もうこだわってます。私はこういうのがいいかなと思って。素晴らしい。すごい。できてる。そして後にこういう風に紐をつけるんですね。そうです。はい。そうすると完成って感じで。はい。この紐の色も選べるんですか？紐はちょっと紐結構入荷がなんですか不安定と言いますか、揃えられる色がその時によって違うんで、ちょっと紐に関してはこっちで選ばせていただいて。なるほど。わかりました。はい。ちょっと自分のなんで結構これどっちも派手というかちょっと自分の好きな色にしてるんですけど。僕も派手好きなんでどっちかっていうと。そうですね。既製品はもう本当茶色で統一してるんですよ今のところ。多分変わってくると思うんですけれども。わかりました。はい、そんな感じでこんな感じです。すごい。できました。はい。
こんな感じで作っていただいてるんですよ。ももさん後ろにさ、それはハリスケースかな、ちょっと取ってみて、はい、あ、本当だ。この長さもできる。これ90センチっておっしゃってましたよね。ロング90だったと思います。はい。でここが一本絞りのタイプと、あとここが2本で、一応ネットとか注文もどっちかお選びいただける形になってねま、す。そういう風になってます。はいこの1本絞りか2本はい絞りか。お好みで、はい。このサイズももっと長いのもいけんですよね。長いのいけます。ちょっと値段がプラスになったりはしちゃうんですけど、はい。100センチ以上はちょっと料金変わってくる感あじ。、わかりました。はい。はい。じゃあちょっと今いろいろとこういう風に作ってるんだよっていうのをミシンを使ってお見せいただいたんですけど、最後にちょっと生地をお見せいただいてもよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは奥様、生地は全部でこちらになるわけですね。今の時点でこれで、はい、全部です。あと時期によってなくなっちゃったり、あとは新しく入ったりするんで、それは更新は随時オンラインショップの方は随時更新しております。今巾着のことをいろいろと伺ったんですけれども、先ほどから申し上げている通り、オンラインショップでももちろん受注できますし、はい店頭でもはい来ていただいて、こういう同じように生地から全部選んで、はいオーダーメイドで頼めるってことですよね。そうです。はい。ちなみにちょっとぶしつけなんですが、はいお値段ってどういう風になってますか。はい。万力は全部中大特大って書いてあるんですが、今大中小なんですけど、はい一律4000円ですね。はい。で、一応玉置き袋もあって、そちらは4800円と、あと浮きケースがちょっとタイプがいろいろありまして、紐が上1本のタイプ、紐が2本のタイプと、あとは100センチ以上100センチ以下で値段がちょっと変わってます。ありがとうございます。はい。じゃあこちらはいろいろとそのものによって値段が変わるので、はいもちろんオンラインショップだったり店頭に来ていただいてお問い合わせしていただくっていうのが一番ですね。そうですね。はい。はい、はいわかりました。ありがとうございます。いろいろとありがとうございまあす。りがとうございます。こちら長谷部釣り具さんの看板犬ネロくんです。チワワと黒柴のミックスですよね。そうです。ももさん、俺さ黒柴飼ってるじゃん。うちサスケって言うんだよね。うん超似てるよね。超可愛い。超似てる。すんごい大きさが違うぐらい。よかったね。それでは長谷部さんありがとうございました。いろいろとありがとうございました。こちらこそありがとうございます。冒頭はですね、僕がずっと気になってた富岳の商品拝借していろいろとご説明させていただきありがとうございました。ありがとうございます。そしてね、ももさん、その後にさ、奥さんのもう丹精込めた巾着よ。そうですよ。あれをなかなか釣りのさチャンネルでさああいう商品もさ紹介するってなかなかないじゃないですか。うんなんかすごく貴重な経験でした。でもこれが重要なんだっそうて。だから本当にね、道具を大切にできない人は釣りが下手くそだって誰かが言ってたよ。誰かがそう誰かが天の声で聞こえてきたのかもしれないけど、いやでも冗談抜きとして本当にね、すごい。長谷部さんはオンラインショップも盛んですし、もちろん店頭に来ていただいてさまざまな商品とともに今ご説明をいただいた巾着をねオーダーして、やっぱりこう自分の釣りをもっとこう華やかに気分になれると思うので、ぜひちょっと巾着気になった方はお問い合わせいただいてオーダーしていただければと思います。ありがとうございます。たくさん作っていただけるということで、頑張ります。今くれぐれもお一人でやってるので、はいもちろんすぐに作ってくれっていうのはなしにしていただいて、丹精込めて丁寧に作らさせていただくという奥さんの心意気がございますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。